旅行のラストとして、長良川での迂回旅行船で見学してきました。想像以上に公的な支援もあり、しっかりした観光ツアーになっていました。告知はこんな感じ。今回も動画撮影頑張ってきました。魚捕まえたところの動画と、最後の上がりで素敵なつらいの負のカップルのほっこりする映像がありますよ。予約は公式サイトがすごくしっかり作られており、英語対応も完璧。Q&A から得られる情報も必要十分で、まずはこれを読めば大丈夫です。5月から10月の期間中はほぼ毎日開催されているようですが、内外の観光客で予約はかなり入りそうなので、お早く予約しましょう。一件だけ事前に知ってればと思ったのは、貸し切りの高級観覧船の存在。実際に安い船の貸し切りで9万円からですが、土足で上がれてハイテーブルのソファー席で、主役で御座に座る一般船とはだいぶ違います。会の見学の際にも、高級船は優先して迂回船が横付けされるようなので、かなり近くで見学できるはずです。総じてコスパはとても良さそうに思います。私たちは予約に出遅れ、唯一行けそうだった金曜読むの予約がなんといっぱい。そこでトコトコくんが近隣の都ホテルで抑えていた予約枠を使った迂回鑑賞ディナーパックで予約してくれました。文章。急な予約でしたが、長良川ビューの素敵なお部屋でした。このプランでは、ホテルで食事してから7時15分に乗船して、7時45分から迂回でしたが、床に座る船での食事よりもゆっくりできて、結果良かったかも。迂回船の乗り場には少し歩いたところに無料駐車場もありますが、このプランではホテルで往復のタクシーを手配してくれたのも便利でした。帰りもタクシーが待機してくれてたので、暑い季節にはありがたい。プランでの夕食はアリ会席にしました。揚げ物、塩焼き、鮎雑炊まで味尽くしで季節感もあってとても便利でした。昨日2週間ぶりで。これから連チャンで行くんですけど。忙しいです。夜には来れるの。先週も来ると思ったんですけど、出口ちゃって、今日足の裏怪我したんですよ。これ今ちょっと聞いたんですけど、キコパーパスみたいな。10センチぐらい。ようやく1週間。早いんですよ。やっぱり自然治癒力が若い。だから行って1週間これをベッドのせいで何もできるんだ。2円とかにあって。ああ、そうか。それではい、もう、2円で売ってた。
ーターなの？本当だ、モーターだ。今日はちょっと変わらずで、お客さんの船は直参なので、どうしてもやっぱお隣と少し、ね、一緒に下る形にはなります。なかなか壮観だよ。今風ないのでよっぽど今のところ大丈夫かなと思うんですけど、牛尾さんの船近くなりますと流れ火の火の粉が飛んでくることがあるんですね。バーって風の時に本当に暑いので救命具とか座布団で避けてください。本当に船じゃない服に穴開いちゃったりしますので、牛尾さんの装束も実際穴だらけですし、火の粉から体を守る工夫がされているものが上半身です。ね、本当に後ろさんに下ります。流れ火のすぐ下が後ろさんです。ありがとうございます。で、喉に溜まった分吐かせて、また行っておいでの繰り返しです。ああ、取れてるね。そうだね、機械だから。ベタではよっぽどないけど。その回をこうやって外にやらないかもしれない。でかがり火はもう自分で近くに持ってきて木入れるんで。火もやりながらじゃ大変だね。潜ってる潜ってる。ああ、取れてる。離してから取れるんだね。全然取れないって聞いたけど。はい。切りました。ありがとうございました。杉山正彦校長でした。
じゃあ今度そっちから刺すみたいに寄せてっていいんじゃない？で、次見てもらうのが相場の配線になる。この川である本物の寮の方です。ごめんなさい、代わりに今勢い余ってこっちにウの雲海の本来の量の形になります。さっきご覧いただいたのは、やっぱり限度があって縄の長さしかウが動けない。どんだけ目がよくって魚見つけれてもそれより遠くの魚は残念って逃しちゃうことになっちゃうんですけど、この後の総絡みっていうのは、みんなで協力し合って全部魚を取っちゃおうというものになりますので。ロシュルって言って朝みんなであそこ行って鵜匠体験って言って鵜匠さんの装束を着てそれ体験して来ましたっていらしてて面白かったですよねって言って、はい、いつ行っても楽しい感じだったり、季節でちょっと展示の内容が変わったりでタイミングで鵜匠さんの実演がやってたりちょっとそれ別料金なんですけどなどなどもあるので。あれもありです。はい。面白いですよ意外に。それだけじゃなくてちょっとレストランみたいなのもあったり。そうごめんなさい。私の高校の部活の恩師が退職記念するっていうのであそこでみんなで OB 集まってパーティーを開いたってなったのを思い出しました。結婚式もやってたりするかな。ミュージアムで結婚式やらない二次会か僕のやつやるいや引っ張りだこなんですよ。その船によって声の出し方とか大きさとかタイミングとかいろいろです。よく響くな。そうですね、よく響く。確かによく聞こえる。山下照正さんという鵜匠さんです。こちらは先代の鵜匠さんお父様が鵜の見える喫茶っていうので喫茶店も経営してみて鵜の見える喫茶純也淳二さんで鵜匠さん皆様堤防の裏手対岸の裏手でお家がありますので上流左手が下流ですね。で川魚が上流へ向かって泳いでいきますがなんか来たってなってもバックして逃げることができないんです。そうなると上流へに逃げるしかないんですが1艘目の鵜船で捕まる魚もいますが運よく逃げた魚もいます。でも逃げた魚はそのように上流へしか逃げれないので今度2艘目が待ち構えてそこもなんとか逃げたとしても逃げた先には3艘目が待ち構えて4、5、6ってどこ行っても魚じゃないや鵜がいるっていうので、船だけで鵜たちだけで網を張ったような状態を作って川幅いっぱいで広がってくるのが総絡みになります。お兄さん下にお願いします。後ろのお客さんいるんでごめんなさい。ありがとうございます。今日特捜？嘘。特捜だ。特捜ありますごめんなさい。ちょうど今皆さん待って見えるのにこんなと思ったら特別総絡みというのがあって特捜どこあれ？重なっちゃってたんですよ。わーってなってたんですけど今裏に1本流れるようになったのでそれはなくなりました。もう純粋に船だけで。いや歩行者天国じゃないですけどもうここの住民の方とか旅館のお客さんしか止めれないように進入禁止かな。わかりました。僕は床に座りたくない。中川プロメナードとかいうダイニングに行って
散歩の方とかは今だんだん来てる。歩いて、いや、この人の群がり方がリゾートして面白い。なんかすごいボートピープルみたいな感出てきた。上がり火の真下に鵜匠さんの真下に鵜たちがありますね。そして仮に全部の船で10羽ずつ鵜がいたとすると、全体で6層60羽の鵜があそこでわーって広がって出るはずです。でってまだ見えない船の並びがですね、あれが乱れちゃうとまた総絡みとして成り立たないんですね。同じスピード同じ距離感保ってくることによって鵜たちのちょうどいい動ける範囲ですね。あれが近すぎると鵜同士が絡まっちゃいますし、広すぎると網の穴が開いたような状態になっちゃうので、ここは船頭さんの腕の見せ所ですね。で、実際のかがり火の並びも綺麗なんですが、あれが川面に移って伸びたかがり火も綺麗ですのでご覧ください。スピードも川の流れ、大体川の流れなんで、これが雨降った後とかやと、バーンと流れてきちゃってダメなので、雨降った後に川の流れが速くなると、雨の次の日とかはもう一瞬で終わって、ピシッピシッって流れ通り。キューってね、あっという間の総絡みね。あ、そう。今向こうの方の深い方行ってましたけど、下るに従って最後こちらの浅瀬の方へ全体で追い込んでくる追い込み量になります。寄ってきますよ。ちょっと向き変わったかな。あれ、ちょっと順番変わった。手前から2番目が一緒に下った正彦さんですね。はい、寄ってきます。あ、泣いてる。そんな鳴き声もね、聞こえるんですよね。上がり火の燃えるカチカチの音。これ最後は全体でトン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 と船の横を叩いて、最後の追い込み、魚を脅かすのと終了の合図といろんな意味合いがあります。今目の前は杉山修司さんという商さんがいらっしゃいます。このように最後追い込むと鵜飼自体は終了になりますが、このまんま鵜匠さんの船帰れませんので、お客様の船の間少し船のスペースがあるところに入られて、お片付けの上がりという作業をされます。それしかないです、それは。いや、でも気づいた杉山じゃなくて、わあ、すごい。あら。鹿。そうなんです。すみません、あっち行けこっち行け行ってすいませんが。で、商さんによってちょっとやり方が違ったりするんですけど、今一番近い方、正彦さんかな、船べり、船の横に鵜を順番に上げていって、で鵜の縄をほどいてあげて、最後に船の真ん中あたりにカゴ、鵜カゴというカゴあるんですけど、その中に鵜は最後入ってきます。
じゃあゆっくり戻ってまた。あとお客さんごめんなさい。ちょっとね、もうちょっと低くなってください。隣の方にありますんでね。なるべく低くなってみてくださいね。いや、旅館のね、秀隆さんとこの先々代やったかなのお嬢さんのご兄弟がいた。なので和違いと同じ屋号なんですよ。それが旅館の女は忘れたので見たことない。彼はないと思う。まあ、さ今一番当たりに中でじゃない。前もね、たこれまにあったんは量でで、乾かすことになってて、ドバに帰るときに、あれが一番乾くのが一番ここがたまるのつけて健康序列になる。で、帰りに、覚えとったら出して帰る。下の子が先輩が光るから、もっと明るい方がいい。あうあった、よかった。本当や。あ、ごめんなさいね。並んでます。並んでる並んでますね。これ日に近い方から先輩のツアー泊まれるっていう木の了解があって、自分の立場分かっていると自分で乗ってたりするんですよ。ね、2羽ずついません結構。いるいるあれがずっと添い遂げるお相手になります。気まぐれじゃないですよ。そうなんだで、あれ辛いじゃないの、ピアじゃないのっていう声もあるんですが、そうとは言い切れないんです。そのじゃあへさきにいるパッと見では分かんないらしくって調べれば分かるそうですが、でもこの様子が2話で語り合っているように見えるということから語りじゃない語らいという燃えるゴミで缶だけ別にしてください。で、牛尾さんが雅彦さんのとこですと縄ほどいてあげて、友乗りの方が受け取ってカゴの中に2羽の同じ仲間で同じ部屋に入ってきます。縄ほどいて逃げないんですねで、牛尾さんによってはこの後にここで餌をあげられる方とお家帰ってからあげられる方とそれぞれ。雅彦さんもここであげられる。燃えるゴミ。初めてのお会見枠でしたら、とてもよく練られた効率的なツアーで広くおすすめできます。夕食をどうするかがポイントですかね。またね。